こんにちは。リリラボ DIY 部アシスタントのリリーです。あれ？部長のガイさんがなんだかムスッとしてます。見てください。パンクしてます。この間、日曜日かな、夜、IZ は黄砂だのなんだのでほっこりだらけなんで、洗車しに行こうかなと思って、この道をビューッと出て、戻ってきたぐらいでなんか、バタンバタンバタンって言うんですよね、車内が。まあ道がそこ荒れてるんで、それが理由なのかな、なんか乗せてるものなのかなと思ったんですが、ちょっと待てよと思って、すぐ路肩に止めて見たらこれですわ。で、まあ今思えばその場でJAF呼ぶなりすりゃよかったんでしょうけど、もうすぐ家のね、近くだったんで、もうそのまま戻ってきて、前から車をカーポートに突っ込んで、今この状態。で、まあ、テンパータイヤに変えるだけの作業なんで、まあ女性でも簡単にできますよという証明のために、車いじり初心者のリリーちゃんに今日はやってもらおうかなと思ってます。はい。ということで、初めてのタイヤ交換にチャレンジすることになりました。工具類は後部座席の下に入っています。これがジャッキ回すハンドルですね。こことこの辺、これと奥と3点クリップで止まってます。で、これはジャッキ本体。ちょっとこの中で広げることで動かなくなってんで、回して崩してあげる、縮めてあげたら抜けるようになります。で、これがオイルレンチですね。ここの1点、2点で挟まってるだけ。はい。順番に取り出していきます。今回は移動中にパンクしたケースを想定して、ほぼ車載工具のみでやってみることにします。この時点では私はジャッキの形状を把握しておらず、縮めるとは棒でも短くするのかと思っていたのですが、パンタグラフジャッキの高さを低くするということでした。ハイネットカーゴのスペアタイヤですが、このバンパーの下、裏側にいます。ちょっと入れる。これスペアタイヤ、テンパータイヤとかいうやつね。で、このフックで止まってるんですけど、ここにあるボルト、バンパーの荷室の方です。このボルトを緩めていくと、さっきのフックがこう下がってきて、タイヤのホルダーを外せるようになります。最初は少しだけ硬かったですが、すぐに簡単に回るようになりました。ただレンチが外れやすくて回しにくかったです。タイヤを上げな。もうちょいかな。喉っぽい。ちょっと。スペアタイヤを出せるようになるまでは結構な量ボルトを回す必要がありました。
落ちてきた。ジャッキが外れたりした時に事故が起こらないようにスペアタイヤを車体の下に潜り込ませておきます。ジャッキアップするために車止めを買ってきました。で、裏の説明書を見ると、交換するタイヤの対角線になるところに置いたらいいらしいので、今から設置します。蹴って押し込んだ方がいいらしいです。リアのジャッキアップポイントはこの辺ですね。で、このパイプ状になってるので、それがジャッキのここにこう乗る感じ。はい、この辺から上げてって位置確認調整しながら合わせると。はい、ではジャッキの当たり方見ながらちょっとずつ上げてって、斜めにならないようにと、ジャッキのなんていうの、座布団、台座のところに乗るように横から見ながら、 UFO キャッチャーみたいなもんですね。はい、じゃあジャッキアップしていきましょう。ちょっと上げたぐらいで軽くホイールナットを緩めといた方が完全に上げ切ってから外しやすいかもしれないですね。奥で閉まってるから。これ？はい。本当に？ペットボトルの蓋とかで一緒。めちゃめちゃ硬い。乗るぐらいでいい。じわっといかない。コンペ。ないよ。この時ガイさんはホイールレンチの上に立って体重をかけるといいという意味で言っていたのですが、私にはそんな発想がなかったので腕で押さえて体重をかけることだと思って頑張っています。ピーチかもしれない。そんなんでも無理だわ。乗る以上の力のかけ方。レンチの上に立つことにしました。これいけるかもしれない。このいけたいけた。乗るのがいいです。緩めたらいいよ。もういいの？うん。もう全然硬いよ。あ、いけたいけた。レンチの上に乗っている時に急にナットが緩んでレンチが床に打ち付けられて傷がつかないようにマットを敷きました。はい、取れた。っていうのを完全にジャッキアップしちゃってタイヤ浮いた状態でやろうと思うとしんどいでしょ。どうして？タイヤ回るやん。はい、じゃあジャッキアップしましょう。ジャッキアップは力がいるのかと予想していましたが、驚くほど軽い力でできました。
方がいいんちゃうかな。じゃあホイールナット外して。ナットは対角線上に外すといいそうです。最後のナットだけ異様に硬いと不思議に思ってたら、なんかね、ホイールが斜めってるからそこに力かかってね、タイヤ車体に押し付けながら外すと多分スッと張ってる。好みやけど最後上が残るようにするとぶら下がる形になるので楽かもね。そうなんだ。うん、今それ下が最後残ったでしょ。で上が外側に倒れてきたんやな。そう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 。まあ、好みですけど。はい、じゃあ外して。そう。ボルトにホイールの穴を合わせるのですが、全然合いそうにないなぁと思ってたら気づきました。低い。パンクしてたから変わったんだ。で、せっかく車体の下にタイヤ入れてたんやから、これ入れとこうか。ジャッキに当てなや。で、そのホイールキャップ上やな。どっちでもいいけど。ホイールキャップを知らなかったので、空気を入れるところのキャップのことかと勘違いしていましたが、結果的に同じ向きになりました。後から知ったのですが、駆動輪にはテンパータイヤを使用しない方がいいらしいです。ハイゼットカーゴは後輪駆動なので、本当はまず前輪をテンパータイヤに交換し、その前輪をパンクした後輪と交換するというのが正しい手順でした。あれがいたかもしれない。うん、そうやな。上からはめていくといいんちゃうかな。そう、はめるときも対角線に順にはめると均等に力がかかりやすいのだそうです。これキツキツに締めないといけないんだよね。うん、最後ね。まだいい？うん。もう手締めできる範囲でしまったらもう下ろしたらいい。あ、タイヤのけかな。絶対外しちゃっていいの？はい。で最後締め付けトルクの規定があるので、でも本当はトルクレンチでやるべきなんだけど、まあまあ、そこのタイヤ間に持ってくぐらいしか走るつもりもないので、乗っといたらいいんじゃないかな。ちょっとこれぎゅうぎゅうに締めたらおしまい。乗ったらいい。ホイールレンチに乗ったらいい。はい、お疲れ様でした。初めてのタイヤ交換どうでしたか？
はい、じゃああとはお片付けして終了ですね。工具類を順に元あったところに戻します。ジャッキは囲いの中に入れてからつまみを回して少し高さを上げ、囲いの中で動けなくなっていることを確認しました。今回そんなに力のない私一人でタイヤ交換をやりきれるとは思っていなかったので驚きでした。今回は随時ガイさんから指示をもらいながら作業したので何も難しいとは感じませんでしたが、予定があって移動中に車がパンクして慣れない場所で急いで作業するとなるとなかなかハードルが高く、ロードサービスを呼ぶことを選んでしまうかもとも思いました。でも自分でもできることが分かっていると取れる選択肢が増えるので、一度練習してみて流れをつかんでおくのはとてもいいことだと思います。あとここまでにちょこちょこ出てきている通り、私がいろいろと勘違いしていたことが後から判明し、知識量が異なるとこんなコントのようなことが本当に起こるのかと面白かったです。車止めを外そうとしたら全然動きません。前来てるってこと絶対。どっちから蹴ったらいい？これ？あ、そういうこと？あ、出た。硬かった。そんだけこっちに来てたってことそうだね。じゃあやっぱり車止めしないと危ないってことだね。まああった方がいい。おー。これ空気入れか。空気入れはハイゼットカーゴには載っていないので BRZ にあるものを使いました。低くとこれ。マックス80。スペアタイヤでどんだけ空気入れんの？ちょっと圧高め。運転席側に貼ってある空気圧表に420キロパスカルと書かれていました。これ綺麗に収納できる気がしないやつ。空気入れのメモリが 4.2 になるまで空気を入れます。その後あまり深く考えずにエコタイヤに変えてしまったのですが、静音タイヤの方が良かったのかもしれません。それでも新しいタイヤだとロードノイズがかなり減って走行音がだいぶ静かになりました。釘拾ったとかでもなさそうやねんけどな。シワシワやからな。劣化っすかね。劣化してるは劣化してる。中古で買ってそのまんまやからな。溝は全然あるけど。2019年10月製造である程度年数が経っており、多少のひび割れはあるもののそんなにひどい状態ではないそうです。見た感じなさそうだけど。わかりません。その後オートバックスで見てもらったところ、ホイールの車体側でタイヤとホイールとの接触部分に隙間ができて空気が漏れたっぽいものの、ホイールにも傷はなく原因不明とのことでした。作業員の方もあまり見たことのない事例とおっしゃっていました。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になった場合は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。